こんにちは。ミニマリストになりたい私、もちです。2023年も間もなく終わりますね。今年は私が捨て活を始めて2年目の年でした。今年も1年の捨て活を振り返り、今年捨てて本当に良かったアイテムトップ10をご紹介します。皆さんの捨て活のヒントになれば幸いです。それではスタートです。今年手放して良かったアイテムを紹介する前に、まずお伝えしたいのが、今回ご紹介するアイテムは個人的に手放して良かったものであるということです。今年は捨て活も2年目ということで、捨て活の難易度がかなり上がりました。ですので、ご紹介するアイテムは暮らしのスタイルによっては必要としている方も本当にたくさんいらっしゃると思います。必ずしも手放すことを皆さんにお勧めしたいものではありません。あくまで私もちが超個人的に手放して良かったアイテムとして参考に聞いていただけたら幸いです。そして捨て活をこれから始めるよという捨て活初心者の方は、ぜひ昨年2022年の捨てて良かったアイテムベスト10をこの動画の後に見てくださると嬉しいです。手放すことで私の人生が変わるほど暮らしを良くしてくれたアイテムばかりを紹介しています。そしてもっともっと身軽になりたいというハイレベルな方は、ぜひこの動画を参考に暮らしの中で手放せるアイテムはないか考えていただけたら嬉しいです。それでは行ってみましょう。2023年手放して良かったもの第10位は朝型のフライパンです。これまでいろんなサイズや形の鍋、フライパンを持っていて、料理に合わせて使う鍋を決めていました。これが当たり前だと思っていたのですが、このフライパンタイプの深鍋を使うようになってから、そんな常識がなくなりました。今まで浅いフライパンを使っていたような炒め物や焼き魚も深鍋でできるようになり、浅いフライパンの出番が全くなくなりました。深鍋のフライパンで他にもお湯を沸かしたり、お米を炊いたり、パンを焼いたり、揚げ物をしたり、蒸したり、もちろんスープを作ったり、とにかく何でも調理できています。深いおかげでコンロへの油跳ねを防げているところも地味にお気に入りです。考えてみれば、二口コンロの我が家にはたくさんのお鍋はいりませんでした。今は大きい深鍋1つ、小さい深鍋2つあれば十分で、キッチン下もとってもすっきりしましたし、重ねずに収納できるのでとても取り出しやすいです。浅いフライパンはなくても大丈夫でした。2023年手放して良かったもの9位は色物の靴です。色物の靴を手放したら、少ない靴でもとっても満足いくようになりました。おしゃれは足元からと思い、今まで色物の靴をたくさん持っていて、実家にいた頃は靴箱に入りきらないほどでした。でも色物の靴ってコーディネートを組むのが難しくって、出かける段になってこれじゃないあれじゃないと脱いだり履いたりしていましたし、物欲も止まらなくって、ブラウンのブーツが欲しくなったと思えば、次はブラウンのローファー、今度は白いローファーが欲しくなったりと、どんどんいろんな色、形の靴が欲しくなっていきました。でも色物の靴をやめ、白や黒の靴だけにしたら、手持ちのどんな服にでも合うようになり、少ない靴でむしろおしゃれができているように感じます。今持っているのは6足で、レザー素材は黒色に、スニーカーはホワイトを選び、デザインもできるだけシンプルなものを選んでいます。大きなリボンもないし、目を引く柄でもないし、印象的なデザインでもないですが、そんな何の変哲もないシンプルな靴がむしろおしゃれに見せてくれるということを実感しています。ベルトやカバンも黒に揃えているので、コーディネートに統一感が出て、もうそれだけで簡単におしゃれ上級者に見えちゃいます。また革靴のメンテもとっても楽になりました。ブラウンの靴だと色落ちしたところをクリームでぴったりのブラウンカラーに直すのはとても難しかったのですが、黒い靴にしたら黒色のクリーム一つで直せるので本当に簡単です。ちなみに私は革靴はオリエンタルトラフィックの靴で全て揃えています。シンプルなデザインかつクッション性が高くて歩きやすい飛べるシリーズが特にお気に入りです。
店舗に持っていけばかかとのお直しを無料でしているところもすごくありがたく、10年近くずっとオリエンタルで購入しています。おしゃれはしたいけど楽ちんな靴がいい、そして靴はできるだけ長く大切に履きたい、そんな私にもうぴったりすぎる大好きなショップです。そしてスニーカーはオールバーズの白色のスニーカーを今年購入しました。洗濯機で洗うことができるので楽に真っ白を維持できるのがとってもお気に入りポイントです。色物の靴手放してよかったです。2023年手放してよかったもの第8位は収納グッズです。今年もたくさんの収納ケースなどの収納グッズを手放しました。収納ケースは使えば一見物が整理されたように見えますが、収納スペースが増えることでそこを埋めようと物はそれだけ増えてしまいます。中が見えない箱の中は実はとってもごちゃごちゃしてしまい、むしろ整理整頓ができていませんでした。収納ケースをできるだけ使わず収納することで物が減り、綺麗で整えられた部屋になったように思います。収納グッズの中で特に今年手放してよかったなと思うのがクローゼット上に置いていたラックです。デッドスペースにもっと物を置けるようにするために設置していましたが、高い場所なので出し入れが不便で使いづらい収納でした。いっそのこと手放したら物が減り、楽に整理できるようになりました。デッドスペースを生かす収納はなくしてよかったです。デッドスペースは死なせておきましょう。2023年手放してよかったもの第7位はコーヒーです。習慣的に飲んでいたコーヒーをやめたら体調がとっても良くなりました。仕事に集中できなかった自分の目を覚ますため、私は習慣的にコーヒーを飲んでいました。ただコーヒーは私の体にはあまり合っておらず、お腹をよく壊していましたし、動悸もしていました。それでも気分リフレッシュのコーヒータイムは仕事中の至福の時間だったので飲み続けていました。ですが同じようにカフェインに反応しやすい母がカフェイン立ちを始めたらすごく体調が良くなったと聞いたので、私も今年試しにコーヒーをやめてみました。そしたら本当に良かったんです。まずお腹の調子が良くなりました。コーヒーに含まれるカフェインは胃酸の分泌を促す作用があり、腸は胃酸による刺激を受け活性化するため腹痛を起こしたり下痢になったりします。コーヒーを飲まなくなるだけで日常的な腹痛から解放され、本当に良かったです。さらに心も落ち着いたように感じます。また春から秋の暖かい季節はコーヒーの代わりに水をたくさん飲むようになり、お肌の調子がすごく良くなりました。ちなみに冬場はコーヒーよりカフェイン量の少ない温かいウーロン茶や紅茶を入れて飲んでほっと癒されています。コーヒーを摂取することはデメリットだけでなくメリットもたくさんありますので、一概にやめた方がいいというわけではありません。ただカフェインは中毒性が高く、大量摂取は疲労、頭痛、腹痛、イライラを引き起こし、中には急性カフェイン中毒で亡くなる方もいますので、本当に注意が必要です。人それぞれカフェイン耐性は違い、私のようにカフェイン耐性が低い人もいればカフェインに強い方もいます。自分にとって適正量を意識しながら摂取することがとても大切だなとこの1年実感しました。2023年手放してよかったもの第6位はお菓子です。お菓子をやめたら驚くことに幸せ度がぐんと上がりました。お菓子が生きがいの方もいらっしゃると思うので、コーヒーと同じく一概にやめた方がいいとは思っていません。ですが私はお菓子を基本買わないようにしてから暮らしが本当にすごく良くなりました。良かった点一つ目は心が落ち着いた点です。今までお菓子がストレスの解消法だったので、会社の引き出しにはいつもお菓子をストックし、疲れた時に食べ、残業後にはご褒美としてコンビニにお菓子を買いに行くことが幸せでした。けれど一方でお菓子が癖になり、食べないと反対にイライラを引き起こしてしまうようになり、お菓子が逆にストレスの原因にもなってしまっていました。チョコレートのような甘いお菓子のお砂糖やスナック菓子の濃縮精錬された
塩分、油はマイルドドラッグと呼ばれるぐらい中毒性があり、お菓子をやめられない、止まらないの状態にさせてしまうんです。例えばストレスを解決しようと砂糖のたくさん入ったお菓子を一気に食べると血糖値が急上昇します。この急上昇は体にとって好ましい状態ではないので、体はその上昇を抑えようと急激に血糖値を下げるホルモン、インスリンを分泌します。すると今度は血糖値が下がりすぎてしまい、逆に低血糖の状態になります。この低血糖状態がまた甘いものを欲しくさせ、甘いものが止まらない悪循環のループになってしまいます。この血糖値の乱高下がイライラやストレスの原因になってしまうんです。そこでお菓子の代わりに血糖値の上昇が緩やかな食品、低 GI 食品を摂取することがとっても有効です。なので私は甘いものが欲しくなった時、代わりに低 GI 食品であるフルーツやさつまいも、牛乳なんかを摂取するようにしました。ナッツも低 GI 食品なのでいいですね。そうすると脳が優しい甘みでゆっくり冴えていき、心もじわーっと満たされ、心穏やかに仕事ができるようになりました。甘いもの切れでもっとお菓子が欲しいなんてこともなくなりました。また主食も変えました。血糖値が急上昇しやすい白米の代わりに低 GI 食品である玄米も食べています。プチプチして食べ応えもありますし、食後の眠気も小さくなり、とっても良い効果を感じています。お菓子をやめて良かった点2つ目は、ニキビの量が減り肌の調子が良くなった点です。カフェインもニキビの原因と言われるので、コーヒーを断って水をたくさん飲むようになったのも関係はあると思います。糖質は摂りすぎると消化できなかった分が脂質として体内に蓄積されます。そうすると皮脂の分泌を増加させ、毛穴が詰まってしまいニキビを引き起こすそうです。甘いものを断ってからもう自分でもわかるぐらいニキビが減り、また肌荒れもしづらくなりました。お肌の調子がいいと気分もハッピーになりますよね。お菓子をやめて良かった点3つ目は、体重増加がしづらくなった点です。お菓子をやめ、そして毎朝数分のトレーニングする生活を続けたら、お腹のぷよぷよもかなりすっきりしました。多少の体重増減は季節によりありますが、極端なダイエットをしなくても体型を維持できています。お菓子をやめたいけれどやめられない、どうすればいいですかという質問も視聴者さんからもいただいてました。私の場合もう荒療治ですが、家や職場にお菓子を置かないようにして、会社帰りにコンビニに寄らないと決めていました。当たり前ですが、お菓子がなければ食べられません。あとお腹が空いた時にお菓子代わりに食べるものは必ず用意しておくといいです。寒くなって食欲が高まる今の季節は、さつまいもを多めに3つぐらい会社に持って行っていますし、フルーツも必ず冷蔵庫に用意しています。お菓子を習慣的に食べることは本当にやめてよかったです。とはいえ友人と集まった時とかお土産でもらったお菓子は全然食べてます。そうやってたまに食べるお菓子ってめちゃめちゃ美味しいんですよね。飽きるまで食べ続けちゃうので本当に注意しなきゃです。2023年手放してよかったもの第5位は、不織布の換気扇フィルターです。不織布の換気扇フィルターはスーパー貧乏症の私にとっては頻度高く交換するのはもったいないアイテムでした。なのであまり良くないですが、一度つけたら数ヶ月は使い続けてしまい、不織布が油でベトベトになった頃にようやく交換をしていました。そしていつも年末の大掃除の時にようやくだんだん汚くなった換気扇フィルター本体を掃除していました。換気扇はしっかり油が付着していて、年に一度の大掃除は落ちない汚れと私の長時間対決でした。でもそもそも換気扇のフィルターって本当にいるものではないんですよね。私のようになかなか交換しないと落ちない油汚れが換気扇本体にまで付着してしまいます。さらには油汚れがフィルターの目詰まりを起こして本来の換気扇の数値からも落ちてしまいます。そうするとモーターに負担がかかるので電気代まで必要以上にかかってしまうんです。
それならいっそのこと不織布のフィルターは使うのはやめようと思い、今は各週に一度換気扇フィルターと換気扇ファンを節気水につけ置きし掃除しています。初めて節気につけて掃除した時は5年分のペドロのようなしつこい油汚れがこびりついて、もう汗と涙でぐちゃぐちゃになりながら何時間もかけこすり落としました。ですが2回目以降の今はつけておくだけで油がどんどん浮いて取れていくのが見え、流すだけで掃除を完了できています。こんなに簡単に掃除ができるなら不織布のフィルターはなくても全然大丈夫ですよね。2023年手放してよかったもの第4位は日用品のストックです。これまで使い切った時に備えて日用品のストックは必ず1つ以上は持っていました。どうせいつか使うしお得だからと安い時にまとめ買いすることも多かったです。でもその結果、日用品のストックコーナーは物でいっぱいで何があるのかわからなくなり、すでに持っているのにうっかり買い足しちゃったり、あると思ったら逆になかったり、管理が行き届かなくなっていました。大きなサイズを買いすぎて何年も空にならない詰め替えボトルや使用期限が過ぎてしまったアイテムもありました。そこで日用品をなくなってから買うようにしたら、家の収納にびっくりするほどゆとりができました。今はお店が我が家のストックスペースです。とはいえ使う段になって突然使い切ってなくて困ってしまうなんてこともありますよね。なので私は突然の在庫切れを避けるために、詰め替えに必要なアイテムはできるだけ透明のボトルに入れるようにしています。ボトルが透明であれば一目瞭然でどれぐらい残っているかわかるので、なくなる前に買うことができています。またいくらストックをしないとはいえ、なくなった都度買いに行くのはそれも面倒です。なので私は月に一度、毎月20日ウェルシアの日に日用品はまとめ買いし、1ヶ月乗り切れる量だけを持つようにしています。1ヶ月で使い切るアイテムは把握しておくと買い忘れを防げ、買い物がとっても楽になります。使う日用品の数自体を減らすのもストック切れをできるだけ防ぐコツですね。2023年手放してよかったもの第3位は食品のストックです。大容量の食品を買うこと、そして使用頻度の少ない食品をストックすることをやめたら無駄がなくなり、むしろ節約になりました。節約しようとこれまでは食品、特に調味料なんかはできるだけ業務用スーパーで大容量のものを買っていました。ですがお得用サイズを賞味期限内に使い切れなかったり、食品ロスが多く、むしろ無駄遣いになっていました。そこで大容量の食品を買うのをやめ、割高ですが使い切れるサイズのものを買うようにしました。そうすると一見割型でも使い切れるサイズを買う方が結局はロスがなくお得だということが分かりました。今何を持っているか把握もしやすく、管理も楽になりますよね。また体の安全のことを考えてもとってもメリットありました。記載している賞味期限はあくまで未開封の場合で、袋にはよく開封後はお早めに召し上がってくださいと書いてありますよね。賞味期限が長いからといって開封後も安全に食べられる期間が長いとは限りません。例えば小麦製品、パスタや小麦粉なんかは賞味期限は1年から2年と表示されていることが多いです。ですが実際は一度開封してしまうと、口を閉じていてもわずかな隙間からダニが侵入してしまいます。ダニの死骸や糞はアレルギー原因物質であり、ジンマシンなどのアナフィラキシーショックを引き起こします。なので賞味期限に騙されず、短い期間で使い切れる量を買うのって本当に大切なんですよね。私も今年はパスタや小麦粉は手放し、少量を買うようにしました。冷蔵品も1週間に使い切れる量を買い、冷蔵庫がほぼ空になってから買いに行くというルーティンを続けています。冷凍庫にもいつも固定のアイテムしかストックしないようにしています。固定のアイテム以外を買ったらなるべく早めに使い切るようにもしています。体のため、節約のため、地球のためにも食品のストックはやめ、食べきれる量だけ買うようにして本当に良かったです。2023年手放して良かったもの第2位はゴミ箱です。ゴ
ゴミ箱は私の人生に当たり前に家にあったものだったので、手放せるのか不安で手放すか決心がなかなかつけられなかったアイテムでしたが、いざ手放してみると意外や意外、本当に暮らしが楽になりました。これまでリビングに1つ、洗面所に1つゴミ箱を置いていましたが、今は冷蔵庫に指定のゴミ袋を引っ掛けて、ゴミが出る都度キッチンに捨てに行ってます。わざわざ捨てに行くのは面倒ではないかとずっと心配でしたが、1K の小さな家ということもあり、家の中心にあるキッチンへゴミを捨てに行くことは全然苦ではありませんでした。ソファーがうちにはなく、ハイテーブル中心の生活で活動的に過ごせているのもゴミ捨てが面倒でない理由の一つだと思っています。ゴミ箱をなくすと、ゴミ出しの日に家中のゴミ箱からゴミを集める必要がなく、ただ冷蔵庫横のゴミ袋の口を結ぶだけになるので、本当に作業もとっても楽ちんです。ゴミ箱のために買っていたゴミ袋もいらなくなり、買わなければいけない消耗品も減らすことができました。ゴミの量自体も減り、お財布にも地球にも優しいですよね。床に置くものが減ったことで掃除ができるスペースも増え、最近お迎えしたロボット掃除機もとっても喜んでいます。2023年手放してよかったもの第1位は、キッチンとお風呂の排水口の蓋とネットです。手放すことでこんなに掃除が楽になるとは思いもよりませんでした。一見便利と思われるキッチン排水口の蓋とネットは、むしろ私にとっては排水口を汚くする原因となっていました。忙しい日々の中でできるだけ掃除を楽にするため使っていた排水口ネットはめんどくさがり屋で、さらに超貧乏症の私にとってはネットを毎日交換するのは億劫だし、何よりそんなにゴミが溜まっていないネットを交換するのはすごくもったいない感じがして、結局週に1度程度のネット交換がルーティンになっていました。そして排水口に目隠しの蓋があることで、なんとなく綺麗かのように思えるので、汚い状態を特に気にすることもありませんでした。でも週に1度の交換でたまりにたまった汚れの掃除は本当に大変だし、汚い排水口に触れるのは決して気持ちのいい作業ではありませんでした。さらにキッチンリセットも使っていましたが、これもなかなか値段が高くて使うのはもったいないと思えてしまうアイテムでした。それから思い切って排水口ネットと排水口蓋をなくしたら本当に快適になりました。今はキッチン排水口のネットは使わず、毎日食器洗いのついでにキッチンペーパーで排水口に溜まったゴミを取って、排水口の受け皿は食品のようにスポンジで洗っています。洗った後は除菌消臭効果のあるチンハイターを吹きつければもう清潔です。排水口に溜まったゴミもつい先ほど捉えられたもので、昔のようにうわー汚いなんて気持ちには全くなりません。排水口の蓋をつけないことで汚れも目に見えるようになり、あ、汚れあるなと食器洗いのついでに排水口のゴミを取ることが自然と習慣化しました。お風呂の排水口もキッチンと同じようにネットと蓋は使わず、お風呂から上がったらティッシュで髪の毛を取り除き、キッチンハイターを吹きつけています。こんなたった数分で終わる作業のおかげで毎日綺麗が維持できちゃうだなんて目から鱗でした。手放して本当に良かったです。いかがでしたでしょうか。今年もたくさんのアイテムを手放すことができ、暮らしがもっともっと心地よくなりました。今年は2年目の捨て活ということで、手放す難易度もぐんと上がりましたが、たくさんの工夫とアイデアでまだまだ自分にとって不要なものを見つけることができました。来年ももっともっと自分にとって大切なものだけに囲まれたミニマルな暮らしを目指し、ものに向き合っていきたいと思っています。今年1年大変お世話になりました。また来年もどうぞよろしくお願いいたします。それでは良いお年を。帰ってきてるおー、戻ってきた。登ってる。
汚れてる。あー、こんなに汚れてたんだ。すごい。ディーボちゃん、これからよろしくお願いします。